野草と漢方と生薬の違い。こんにちは、薬剤師の中山千鶴子です。このチャンネルでは野草の解説、それから皆さんの質問やお悩みに野草でお答えしていこうと思っております。今回は野草と漢方と生薬の違いについてお話ししていこうと思います。野草っていうのは1個目の動画でお話しした通りに野山に生えている植物全般になってくるんですけども、その中に、薬草と呼ばれるものがありまして、自分で採取してお茶にして飲んだり食べたりするのはいいんですけど、薬草として販売することはちょっと法律で禁止されています。で、薬草として販売するにあたってはどうも多分薬草というジャンルで売ってるものはないと思うんですよね。生薬になってくると思います。で、生薬というものは何かって言ったら、野草を含む植物、それから動物、それから鉱物由来の生成してないやつ、成分を取り分けてなくて1個だけの成分を生成してなくて、その全部この混ざった状態のままで、お薬として使用されるものを全般的に生薬と言います。で、その生薬の決まりっていうのは日本薬局法っていうのがあって、決まりが書いてありますので、それで薬効分類とかがしてあったり、どういったものがその生薬として扱えるかっていうしっかりとした決まりがその中に書かれてますので、それに当てはまるものだけが生薬として使えます。で、さっき植物の他に動物と鉱物と言いましたけど、動物っていうのは鹿の角だったりとかね、あとはセミの抜け殻、それから牛の胆石とか、そういったものを使ったりします。で、鉱物っていうのは石なんですけど、その石の中でも石膏だったりとか龍骨、龍の骨と呼ばれるものがあるんですけど、実際は牛の骨の化石になります。そういったものがね、漢方薬というか生薬には、分類されています。で、あと漢方なんですけど、漢方はその生薬を2種類以上組み合わせたらもう漢方になります。2種類だけ組み合わせているのって、例えば芍薬甘草湯とかあったりするんですけど、年齢がいくとですね、あれを日常的に飲んだりするんですけど、組み合わせの数が少ないやつはおすすめしてないです。その連用するのは効き目がシャープなんですけど、やっぱり副作用も出やすいんでね、芍薬甘草湯をもし自分のご両親だったり自分自身がずっと連続で飲んでる人はちょっと気をつけるようにしとってくださいね。野草は雑貨扱いになりますので、薬効なんかはね、もちろん歌えないです。体にいいですっていうことを言って販売することはできないので、私の野草茶も気をつけて、販売をしています。生薬と漢方はもう決まりがあって、それにのっとった効能効果を謳うことができます。決まりの中で、管理された販売物にはなってくるんですが、生薬と漢方は資格のある人が売ることができます。野草に関しては雑貨とか食品とかいう扱いになってくるんで販売できるんですけど、何でも売れるかって言ったら実はそうではなくて、麻とか消しとかはね、大麻取締法とか麻薬の法律なんかもありますので、そういったところにのっとって資格をちゃんと持った人が栽培することができるんですけど、ベランダとかでね栽培しちゃダメですね。で、その自由に販売することができるけれども、よく、罰ゲームで使われるセンブリっていうめちゃめちゃ苦い、野草のお茶があるんですけど、あれはね効果がはっきりしすぎているので茶葉として販売することができません。それから、減の証拠もダメですね。そういった効き目がはっきりしてるやつっていうのは、お茶にしてもそれを販売しちゃダメなんです。でも苗は OK みたいなんで、センブリの苗、減の証拠の苗っていうのは販売されています。もしまだ分かんないとか、もう一回言ってみたいな、もう一回言っては動画を再生したらいいか、分かんないことがあったら、コメント欄に書いてください。コメントなんかいただきましたら返事もするし、動画の内容に取り入れたりしていこうと思っています。動画の内容に取り入れたりしていこうと思っています。では今日は以上です。さようなら。
薬学博士が教える手作り野草茶レシピ、大和渓谷社より絶賛発売中。